皆さんこんにちは。ヨガインストラクターのまみえです。以前 BPD メンヘラについての動画を上げていきました。その際たくさんいいねをもらったりコメントをいただけたり本当に励みになりました。ありがとうございます。今回はその BPD の障害を持っている方の家族だったり恋人だったり友達がいる方に向けたおすすめの本を紹介していきたいと思います。もちろん BPD の私自身もすごく勉強になったので BPD に悩んでいる本人の方にもおすすめになると思います。私が購入した本はこちらです。これはメルカリで買ったんですけどね、2600円の結構分厚めの本です。メルカリでね、備品って書いてあって買ったんですけど、結構見てくださいこれこのシミが買った時からあってめんどくさいからこのまま使ってます。この本を買ったきっかけは今お付き合いしている彼がいるんですけど、その彼と付き合って1年間くらいずっと喧嘩する毎日で、ほとんど毎日ヒステリックを起こすような状態だったんですね。で私もずっと毎日別れたいくらいの感じで思っていたけど、彼は諦めずに支え続けてくれて、そんな彼との関係を良くするために自分自身も本で学んで、相手にも私の障害を学んでもらうことでよりいい関係になれるかなと思って購入しました。では本の紹介をしていきたいと思います。私結構本は好きなんですけど、本をね汚さないんですよ。蛍光ペン引いたりとか大事なところにドッグイヤーをしたりとかはしないんですけど、この本ではドッグイヤーめっちゃしてます。すごいしてるし、蛍光ペンでたくさん大事だなと思ったところを引いてます。で彼に読んでほしいなと思ったところとか、家族に読んでほしいなと思ったところにたくさん線を引いてます。まずですね、この本の一番最初の文章、序文の一番最初の文章に、境界性パーソナリティ障害は最も汚名を着せられている精神障害の一つですと書かれています。この一行を読んだだけで、そうなんだっていう、私的には結構ショックというよりも衝撃の大きい文章でした。だけど続きに、なぜあなたはこの本を読んでいるのでしょう、どうして逃げ出しておしまいにしないのでしょう、多分 BPD を持つ人は驚くほど共感的で思いやりもあるからでしょう。人間と動物を愛し、通常は頭がよく面白いのです。私たちのほとんどが私たちの愛する BPD を持つ人に潜在的可能性を見出しています。もし BPD を持つ人が人生のいくつかのことを変えられたなら、非常に素晴らしい人になれるだろうと私たちは知っているのですって書かれてます。この文章もすごく胸を打たれて、そうなんだっていう、自分ってもっと可能性があるんだな、本当に自分の歪んでるところさえうまいこと付き合えたらもっともっと生きやすくなるんだなっていうのをより感じた文章でした。 BPD の特徴は以前の動画にも挙げているんですけど、この本に書かれていることは、感情が人より大きく瞬時に動く、悲しみは絶望になるし、恥ずかしいという思いは屈辱と感じる、その時大丈夫だと思っていても思い返して些細なことに引っかかって急にパニックを起こしたりするっていうようなことが書かれていて、これもね結構本当そうだなっていう、ちっちゃい悲しみってあんまり私は味わったことがないし、ちょっと恥ずかしいっていう感覚もあんまりなかったんですよね。もう何か言われたら公開処刑みたいな感じで思ってました。そんな感じの特徴がこの本には結構ね3分の1くらいかな書かれてるんですよね。でその後にうまく付き合うためのステップが書かれていて、この本の大きな特徴は承認をするっていうことを一番大事にしているみたいです。承認っていうのは、いわゆる共感ってことですね。例えばわかるわかるって言ってもらうだけでも自分を認められたような気持ちになって、ヒステリックを起こしている最中とか結構落ち着きます。でもBPD の人って結構理不尽な言い訳とかをするんですよ。理不尽に怒ったり理不尽に悲しんだり、意味がわからないと思います、普通の人からしたらね。でもどんな理不尽な話でも絶対に違うって思うところ以外、何かしら共感するところをまず見つけてあげましょうっていうことが書かれてます。例えば太ってない人が太っててパニックになってるとしますよね。でもそれを全然太ってないじゃんって言うんじゃなくて、
確かに食べ過ぎた次の日私もすごい罪悪感があるよとか言ってあげるだけで BPD の人は分かってくれるんだってすごい心を許せるし落ち着きます。ただし理解してないのに理解してるふりはやめてください。これはもう BPD すぐに見透かすし、それが分かった瞬間に本当に信用がなくなってさらにヒステリックになります。あとは落ち着いてって言わない方がいいですね。自分がヒステリックになってる時に落ち着いてって言われると、私はこんなにいっぱいいっぱいなのになんでそっちはそんな落ち着けるわけってなっちゃうんですよね。本当申し訳ないと思うけど、温度差がすごく腹が立ちます。承認の他にもたくさんねステップが書かれているんですけど、基本的にはこの承認っていうのは私から見ても一番有効なんじゃないかなって思いました。一歩目に承認をしてもらえるだけで本当にヒステリックからまず抜け出せる、普通に話せる状態まで持っていくための第一歩目だと思っていただけたらいいかなと思います。とは言ってもボーダー BPD の人って本当さっきも言ったけど理不尽なことがめちゃくちゃ多いと思います。付き合っている人とか家族とかって本当に近しい人だからそんなにすぐ見捨てないって思うけど、もう辛いって思う時たくさんあると思うんですよね。そんな時のための方法もこの本には載ってます。私と彼の間で実際起こったことなんですけど、私がヒステリックになっている時に彼もだんだんね刺激されて感情的になることが最初はすっごい多かったんですよ。でお互い感情的でどんどんぶつけ合って、最終的に私は自殺未遂まで行ってしまいました。なので追い込んでしまうんですよね。本気でぶつかってほしいとは思うんだけど、でも感情的になるとお互いなんか責め合っちゃうし罵声を浴びせ合ったりとかしちゃうから、本当にそれだけは避けた方がいいと思います。なのでその感情的になりそうな時に有効な手段とかも書かれてます。そしてもう一つ動画で触れておきたいなと思うのは、自分を守るために限界を決めておいた方がいいです。これは距離を取った方が BPD のためにもなります。彼と私の間のルールとして原則で12時以降に電話をしないってことになってます。っていうのも、私は夜になると結構ネガティブになったりとかヒステリックになる頻度がすごく高かったので、12時以降の電話はしない。私がどんなにヒステリックになってても彼は12時以降には電話はしません。で基本的にその LINE とかの文章のメッセージも本当に最低限しか返さないですね。これから連絡しないねって言われて、私がすごいショックで罵声を浴びせるんですよ。結構なんでそんな無視できるのとか、彼女のこと大事じゃないんだねとか、本当に結構ひどいことを言ったとしても絶対にそこで対応しない方がいいです。どんどんひどくなるから。彼は私が寝た方が一番早く落ち着くっていうのを知ってるから、寝かせることを促します。絶対に。だから寝て落ち着いたら明日の朝話そうとか、そんな感じでルールが決まってます。でもこれはすごい大事なルールだなと思うし、いい距離感も生まれるので、ぜひ皆さんもこれはおすすめの方法でやってほしいなと思います。自分の限界を決めて、でその自分の限界が来た時のための代替案も出してあげるといいです。その私たちの場合は12時までに電話は終わりにする。ただし話したいことがあったら次の日の朝やるとか、それはそれぞれのカップルとか家族とか友達関係の中で限界のルールを決めといた方がいいんじゃないかなと思います。とは言ってもですね、家族だったら難しいかもしれないですけど、恋人の場合、友達の場合だと本当にもう限界でちょっと縁切りたいとか、もう離れたいっていう日も正直あると思います。そういった時のための自分の限界の見極め方も載ってます。見極め方が載ってるし、その別れ方も載ってるので、本当に悩んでる方たちはぜひこの本を読んでちょっと学んでおくといいんじゃないかなと思います。こんな感じで BPD の方とお付き合いしていく方法がまとめられながら、具体例も結構出てるんですよ。具体的なエピソードも出てるので、この言い方されたことあるとか、こういうこと実際私もあったわとか、自分も経験したことあるとか、すごい寄り添った書き方をされてて本当に分かりやすいんですよね。なので実践もすごいできるしね。だからこの本は
買ってよかったなって思います。外れなかった。1冊しか買ってないけど買ってよかった本です。他にもパートナーに向けた本ってたくさん出てるので、そういういろいろ調べて自分に合うなって思うのも見つけてもいいんじゃないかな。図書館に行っても何冊か見たことあるし、あと Amazon でもねこの他に 2,3 冊くらい見ました。なのでそういう中で自分に合う本を見つけられるといいんじゃないかなと思います。今回は私自身 BPD なので、自分から見た本の印象だったり自分が思う BPD っていうのしかお伝えできないんですけど、いつか彼にもちょっと登場してもらって、その BPD の彼女がいる感じ、どう思っているのかとか、実際やってきた対応がどうだったのかっていうのもちょっと聞きながらねやっていきたいと思っているので、もしその時質問したいことがあったらコメント欄とかに残してもらえると、彼と一緒に対談をしながら答えていきたいと思います。では今回の動画はここまでにしていきたいと思います。長い動画になってしまったんですけど、ここまで見てくださってありがとうございました。では胸の前で合掌していきましょう。この後の時間が皆様にとってより穏やかで素敵なものとなりますように。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。